おはようございます。たかしです。本日は7月22日金曜日、ただいま7時48分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日日足は大きめの陰線になっております。この三角持ち合いの上限付近でようやく反発して下落してきたという感じですね。ストキャスティクス高値圏からデッドクロスしてきてます。過去のデッドクロスを見てますと結構下落してますので、ここから大きく下落する可能性もありますが、今買い足では押し目買いポイントに来てますので、今は方向感がない、そんな風な印象です。日足だけを見てますとここから下落しそう。マックディのモメンタムもさほど強くないので、まだまだ下落する可能性はありますが、基本的には上昇トレンド中。で、ただ GMMA がね、あまり強い上向きではなく横向いてますので、ここを下抜けて下落していくということも十分に考えられるんですが、今は先ほど言いましたように、買い足で方向感がなくなってきてますので、ここから下げるのか上げるのかっていうのが分かりにくくなってます。それは結果的にはここですね、この三角持ち合いの先端に近づいているので、分かりにくい動きをするというふうには過去にもお話ししてるんですが、それが今現れてきたっていうそんなところですね。ですので、今は大きく上がるのか下がるのかっていうのがどっちとも言いにくい状態。ただ、インジケーターを見てると、ここから下げていくんじゃないのかなというふうには見えます。では4時間足です。この緑丸、この辺付近まで下がってきてほしいというふうに昨日の動画でもお話ししてました。で、ここで3層も描きそうっていうふうにも話したんですが、結果的にはそんな感じで下落してきましたね。ただこの下落の陰線が大きいんですよね。ちょっとここが気になるところです。この最高値の押し安値っていうのがこの紫のラインを引いているところ 164.717 というラインなんですが、今その辺付近で下げ渋っている感じですね。微妙にここをね、実体で今割れていないんです。ローソク足の実体がね、この 164.717 を割れていないように見えます。厳密に言えば割れているのかもしれないですが、ざっくりと見た感じでは割れているのか割れていないのかっていうのが微妙なラインだなと思いますので、やはり一定数の押し目買いも入ってくると思うんですね。で、そしてここはフィボナッチリトレースメントの 38.2% 付近でもあります。これはこの安値ですね、161.827 から水曜日の高値に引いたものなんですが、それの 38.2%、その辺付近で今反発が起こっているところですが、GMMA 付近ですので方向感はないというところで、ここから上昇していくのか、さらにもう一段深掘りするのかっていうのが分かりにくいところ。ただ、日足を見てますとまだ下落しそうというところで、上昇してもやはり売られてくるんだろうなというところで、下落のターゲットとしては一旦この緑丸付近は反発するでしょうけど、深く押した場合はこのオレンジのトレンドラインぐらいまでは下落してきそうで、一旦この辺付近がターゲットかなと思うんですが、163円のミドルぐらいでしょうか。これが先ほど言ってました 161.827 からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8% になります。そしてこの 160.381 というこの安値から、この高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2% とこの辺付近ですね。なので今の緑丸のもう一段下ぐらい、この辺ぐらいまでは下落してくる余地があると思ってます。で、この辺では比較的大きめの反発が起こるとは思うんですけれども、ただ日足のインジケーターがどうなるかですね。ですので、この今三角持ち合い、この加減がこのオレンジのラインなんですが、このオレンジのラインとこの水色のラインの挟まれたところに今あって、その中で先端付近に入ってきております。そして今は上限付近というところで大きく下げる可能性がありますので、下がってくるとするとこのオレンジのラインぐらいまでというところも考えておきたいですね。ただ現在は反発ポイントに来てますので、この辺、今ある価格帯ぐらい、そして163円のミドルぐらいというところまでは反発しやすいポイントになってますので、この辺では強く反発が入るかもしれませんが、そこが上げきれないようですと、このオレンジのラインを目指して下落してくるというのも考えられます。今は先ほども言いましたが方向感がありませんので、上がるかもしれませんし下がるかもしれません。ただ三角持ち合いの上限にあるので、やはり下げ圧力の方が強くなる可能性があるなとは見ております。今マクディの下落モメンタムが少し強くなってきましたね。なので基本的にはここから上げていくためにはこのモメンタムがもう少し落ち着いてくることが必要になってきますので、ここからの上昇を取るのであればこのモメンタムが落ち着いてくるのを待つのがいいと思ってます。今の状態ではまだ下げそうという風に感じますので、まだストキャスティクスももう少し安値圏までありますし、本日は基本的には戻り売りが入りやすいとは思いますが、やはり押し目買いも入りやすいところですので乱高下をしやすくなる、そんな風に見えます。
では1時間足です。1時間足はこの平行チャンネルですね。ここ、昨日お話ししてました。この安値、この安値、そしてこの髭先に当ててるんですが、それが比較的綺麗に機能しております。そして昨日の動画でお話ししていたのが、この上限ですね。ここ、タッチしてたんですが、ここが上限まで届かなくなったので、上昇の勢いが落ちてきている。なので、ここで三損を作って下落。そんなイメージをしてますっていうようなお話をしてました。そしてターゲットとしてはこの平行チャンネル下限ぐらいと言ってましたので、今ちょうどこの下限で反発してきてます。なので、ここから反発する。過去のこの感じを見てますと、ここでの反発がありますので、ここで反発する可能性もありますが、ここが上限にタッチできていませんので、一旦下抜ける可能性も高いなとは見てます。なので、この緑丸、もしくはこのもう一つ下ですね、先ほど4時間足でお話ししました、この辺付近。これがフィボナッチリトレースメント。この2種類ですね、先ほど言ってました、この短い方と長い方のフィボナッチリトレースメントの長い方の 38.2% と、この短い方の 61.8% に挟まれるあたりがこの今の緑の丸のもう一段下になるんですが、この辺付近っていうのはまた抵抗になってきますので、今の緑丸のこの辺も抵抗になるとは思いますが、なのでちょっと幅は広いんですが、この辺ですよね。今の、昨日の安値ぐらいから 163.5 ぐらいまで、この辺の間っていうのは反発しやすいポイントと考えております。過去見ててもわかりますよね。この辺もみ合ってます。そしてここは下支えされてますので、この辺っていうのはやはり反発しやすいポイントになってくるので、押し目買いも強く入ってくると思います。ただ、ここは三角持ち合い上限で、冷やして見てると、売りの圧力も強くなるポイントですので、戻り売りっていうのも入ってきやすい。つまり、押し目買いと戻り売りが拮抗するポイントというところで、やはりこういった揉み合いが想定されますので、この辺での乱高下ですね。その辺には注意しておきたいところです。なので、短くトレードしていくのがいいと思ってます。今はここでサポートされて、一旦の上昇するかもしれませんが、この1時間足の GMMA 下がってきてますよね。完全にこの赤帯が下に入ってきてますので、次上昇してきても、この青帯が抵抗になってそこからもう一段安ということが考えられますので、本日上昇してくればそこは戻り売りポイント。そしてこの緑のゾーンに入ってくれば、そこは押し目買いポイントというところで、上がったら売る、下がったら買うっていうのをやっていくのがいいのかなと。ただ過去のこの動きを見てますと、かなり値動きが小さくなるゾーンですよね。なのでこの辺に入ってくると、値動きっていうのが分かりにくくなる可能性もありますので、その辺は注意してトレードしていくのがいいのかもしれません。ただ全体的に見ると、日足では下落しそう、4時間足では反発しそうなポイントというところで方向感がありません。特に今4時間足では GMMA 上にありますので、かなり方向感がないところにありますし、上がるか下がるか分かりにくいところというところですので、短くトレードをしていく5分とか15分とかその辺の足でトレードするにはいいと思いますが、それをするならポンド円でしなくてもいいのかなと個人的には思っておりますので、無理のないトレードを心がけていければと考えております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。